さあ今回はですね、見ていただいている方々に心も体も温まるようなそんなメニューをですねご紹介しちゃいます。チンゲン菜のクリーム煮を作っていきます。鶏ひき肉を炒めていきながらニンニクと生姜を一緒に炒めていきます。そこにガラスープと半分にカットしたチンゲン菜、牛乳と生クリームを入れさっと煮詰めていけば完成です。さあ今日はですね簡単レシピです。このフライパンにサラダ油を流しちょっと回して慣らしてあげましょう。で用意する材料はこれです。鶏ひき肉とチンゲン菜にニンニク、生姜、それから、調味料はあります。薄口醤油と紹興酒ですね。紹興酒がなければお酒で大丈夫です。でここにガラスープと牛乳、生クリーム、これを用意してください。さあじゃあまず鶏ひき肉なんですけれども、さあこれを入れて炒めていきましょう。鶏ひき肉を移したらですね、ここで素早くニンニクを潰して刻んでいきます。さあこっちもしっかりと見ていきながら、よし、ちょっと色がついてきたらまた炒めていきましょう。こうやってさあちょっと程よくねパラッと仕上げたいので、ちょっと切るようにして炒めていきましょう。よし、でここで生姜はまずは薄くスライス、こいつを重ねて、さあここから細く切っていきましょう。さあじゃあ切ったこのニンニクと生姜を移していきましょう。さあこの2つの香りをですねまとめていきますよ。さあこのようにですねある程度炒めたら、よし、塩と胡椒で、そこに薄口醤油と紹興酒。さあここでチンゲン菜をですね用意してください。よし、こいつを縦半分にカット。またほんのりと紹興酒のいい香りがするね。よし、じゃあガラスープを入れていきますか。ガラスープを移し、そこにチンゲン菜をのせていきます。よし、OK。これはさあ、あんまり煮すぎちゃうとせっかくのこのチンゲン菜の食感が台無しになってしまうので、このスープでね軽く煮たら、その後は牛乳、生クリーム、うまそうだ。
さあもう今日はこれだけで非常にシンプルなんですけれども、ここにお好きな野菜、例えば人参だったりとか、あときのこ類をしめじとか入れてもいいかもしれません。いい感じだね。もういいでしょう。で今日はちょっと盛り付けを変えて、ちょっと一回チンゲン菜を取り出しちゃいます。まずは鶏ひきを。でこれの上にですね、このチンゲン菜を戻しましょう。ちょっと面白い盛り付けで。さあなんだかちょっとね、いいものが完成しちゃいましたね。これこそまさに心も体も温まるようなそんな一品だと思いますよ。よし、さあ完璧だ、できました。中華風鶏ひき肉とチンゲン菜のクリーム煮の完成です。良い一日を。